後付けのミラー型ドラレコ、正直見た目がダサい。どうせ買うなら根元から丸ごと交換する純正交換ミラー型ドラレコがいいけど、量販店には置いてないし、ネットで買って取り付けのハードルが高すぎると思った方へ、今回はそんな悩みを一発で解決する本体の購入からプロによる取り付けまで全てワンストップで完結する新型のミラー型ドラレコを徹底的にレビューします。ということで、こちらが今回レビューする安定と信頼の日本ブランドナビオくんから2026年の2月に発売になったばかりのミラー型ドラレコ。早速箱を開封すると、まずは取扱説明書、そして買ってから1年保証する保証書と、こちらがミラー型ドラレコ本体。これまで僕がレビューしてきた純正交換ミラー型ドラレコと比べてかなり薄い作りになってます。そしてこちらがフロントカメラ。最近増えてきた大きすぎるタイプでなく、かなりコンパクトなのでアイサイトがついてる車に対しても問題なく取り付けができるサイズ。そしてこちらがリアカメラ。今回は特別に従来通りカメラを車内に貼り付けるパターンと、車の外に取り付けて固定したパターン、実際にカメラを2つつけて、この2パターンの取り付けでどれだけ映像の見え方に違いが出るのかしっかり検証します。ということで、去年の12月に納車されたばかりの新車の GR86 に取り付けていただきます。今回取り付けていただくのは大阪の新幹線の駅、新大阪から少し行ったところにあるナビオくんの取り付けピット。大阪以外には東京、横浜、埼玉、栃木、名古屋、静岡、広島、九州と全国にお店があり、購入から取り付けアフターケアまで全てそちらでお願いできます。純正交換タイプになるので、買った時からついている鏡のルームミラーは取り外し、専用のステーを使って取り付けていきます。このステーは車によって変わってきて、電装のプロがどのステーが合ってるか確認し、ベストなステーを選んでくれます。今回 GR86 には試しに標準的な長めのステーで取り付けていただいたんですが、後から短めのステーを使ってみると、アイサイトのくぼみのところにちょうどミラーが収まってすっきりした見た目になったので、今回は短めのステーを使って取り付けていただきました。アイサイト搭載の車はフロントカメラの貼り付け位置には特に注意が必要で、アイサイトカメラから映る範囲にカメラをつけてしまうとアイサイトの誤作動につながるため、理想はルームミラーの真横に貼り付けるのがいいです。今回のフロントカメラはこのように小さいため、ルームミラー裏のベストポジションに貼り付けることができたので、本当知らない人が見たらトヨタ純正オプションのミラー型ドラレコかなって勘違いする仕上がりになります。リアカメラは後ろの窓の上、車外取り付けカメラはナンバープレートのところに専用の固定器具を使って取り付けていただきました。こちらの専用プレートがあれば両面テープでなく専用ネジで固定するため、洗車してるとそのうちカメラが剥がれてくる問題を物理的に解決できます。こういった取り付けから配線が一切見えないように熟練したプロが全てやってくれますので、ここがやはり購入から取り付けまで一気通貫でやってくれるナビオくんのいいところですね。それでは早速取り付けが終わりましたので、早速どんな感じで実際に見えるのか見ていきたいと思います。まずはデジタルミラーの見え方から。どうでしょうか。カメラが結構広角なため、サイドミラーの視覚も含めて全て中央にあるデジタルミラーだけで確認できるようになりましたね。やっぱりここがデジタルミラーのいいところ。従来の鏡だと絶対にここまで広く見えないし、86に乗ったらわかると思うんですけど、後ろのピラーが結構邪魔で、ちょうどそこに車が隠れて車線変更しようとしたら危なかったって経験した人いると思います。それがデジタルになることでそこも含めて映るようになるので、普段の運転がかなり快適になります。今現在は天井に貼り付けたカメラの映像なんですけれども、やっぱりちょっと気になるのがガラスに反射した内装の映り込みですね。もう1台のスイスポに取り付けた時はそんなに内装の反射とかは気になったことなかったんですが、 GR86 のリアガラスはかなり寝ているため、こういう反射が結構目立ちます。特にこの後ろにあるプラスチックのパーツがめっちゃガラスに反射するので、これがちょっと見えにくいかなって感じる方がいるかと思います。ここまでは天井固定カメラの見え方でしたので、今からナンバープレート上に固定したカメラ映像に切り替えるとこんな感じ。さっきと比べてかなり下に映像が切り替わったかと思いますが、さっきやった内装の反射がゼロですね。実は今で取り付けてから1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、その間カメラを切り替えて使ってみた感じ、僕は外付け固定が間違いなくおすすめです。スイスポみたいにリアにワイパーがある車は別に問題ないんですけど、 GR86 のようにリアにワイパーがついてない車、これ雨が降った時も水滴のせいでもちろん後ろが見えにくいし、特にひどかったのが雪ですね。
この前大阪でも結構雪が降ったんですけれども、ちょうど後ろのリアガラスにびっしり雪が積もってしまい、デジタルミラーで見たら全くもって後ろが見えなくなったので、こういうリアガラスが寝ている車、例えば86とか現行のプリウスとか、そういう車に取り付けるときは間違いなく外付けがおすすめです。カメラ位置がかなり下になるのでちょっと見えにくくなるかなと思ってたんですけど、特に見えにくいこともなく、慣れれば全く違和感ゼロです。これで昼間の見え方については分かったと思うので、次に夜の映像がこちら。正直めっちゃ綺麗に映ってると思います。メーカーによってはカメラとモニターの性能が微妙なせいで全体的に色が薄く見えにくいのもありますが、今回のモデルはコントラスト強めでかなり色がくっきりして、後続車が白い車であってもちゃんと見分けることができるし、後続車のヘッドライトとか眩しいところの光を抑えてモニターに表示できているので、視認性はかなりいいと思います。ただ今見えてるように車内固定だとガラスを1枚挟んで撮影することになるので、やっぱりどうしてもこのプラスチックのパーツや窓の汚れが映像に映り込むのが気になるところ。それではカメラを切り替えると、さっきの映像と比べて明らかに後ろが見やすくなり、全体的に反射もゼロなので、やっぱり昼も夜も GR86 とかプリウスのようにリアガラスが寝ているせいで内装が映り込みやすい車に関しては車外固定が絶対にいいと思います。明らかに映像が綺麗になりましたね。ただ走ってて気になったのが、後続車のヘッドライトがカメラに直接当たるとモニターの映像が少し白くなるんですが、これは86純正の鏡のルームミラーでも全く同じことで、僕がスイスポに乗ってる時は全然そういう後続車のヘッドライトが鏡に反射して眩しいってことはそこまでなかったんですけど、やはり86のように車高が純正ですでに低い車って後続車のヘッドライトがちょうどルームミラーに直接反射する高さなので、夜運転してるとめちゃくちゃ眩しいですね。86納車されてから夜に運転したら、もともとついてた鏡のルームミラーに後続車のライトが直接反射してめっちゃ眩しかったんで、ここが車高低い車に乗る一番のデメリットだと思うんですが、これがデジタルミラーになることで映像を通して後ろを見るため、鏡みたいに眩しすぎて直視できないことが物理的に起きなくなり、視認性がだいぶ良くなったので、86のような車高の低い車だとデジタルミラーに変えるだけで夜の運転がさらに快適になるので、ここが最大のメリットかなと思います。もちろん同時にドラレコ機能もあってちゃんと録画もしてくれるので、今から実際にどのような感じで映像が記録されるのかはお見せします。こちらが昼間のドラレコ映像。カメラのスペックは前後とも200万画素のフル HD、 今時のドラレコに多い標準的な性能で、映像もこの通り綺麗なので、真ん前を走る車のナンバープレートも小さい文字から4桁の数字まで全て読めますね。そして気になるリアカメラ、こちらは車内取り付けの映像ですが、普通に読めますね。若干窓ガラスの黒いラインや窓についた汚れがちょっと映り込みますが、昼間であればそこまで気にならないと思うので、真後ろの車のナンバープレート、隣を走ってる車のナンバー含めて全て読めるので特に問題ないかなと思います。またトンネルを出た瞬間など暗いところからいきなり明るくなると映像が白飛びするかどうか、実際にトンネルを走ってみたんですが、出る瞬間をスロー再生しても特に画面全体が白飛びして何も映ってないって瞬間はなかったです。こちらは日本の大企業ソニーのセンサースタービスが搭載されているおかげで、このように白飛びを抑え、明るすぎるところも光を抑えて綺麗に撮影できるようになってます。それではこのスタービスがあることを踏まえて、そのまま夜の映像を見てみるとこんな感じ。昼間に比べると若干画質落ちた感じはしますけれども、それでも真ん前の車のナンバープレートは全く問題なく全ての情報が読み取れるようになってますね。ただし隣の車線の車のプレートは4桁の数字は読めるけど、それ以外はちょっと厳しいですね。それではリアの映像がこちら。真後ろのナンバーはギリギリ大丈夫そうですが、車内貼り付けだと窓ガラスの汚れや内装の反射がやはり目立つので、条件によっては見にくいですね。隣の車線の車は4桁は読めるけど他はしんどいと思います。これが車外カメラになるとこんな感じになります。やっぱり汚れた窓ガラスを1枚挟まずに直接撮影できるので、さっきの映像と比べてもかなり綺麗になってると思います。ただしカメラの位置が物理的に下になるため、後続車のヘッドライトがカメラに直撃するので白飛びまではいかないんですけども、画面全体がぼんやり白く明るくなってしまいます。ただそんな状況でも相手のナンバープレートは全て読めるので、やはりこういう車高が低くてリアワイパーがついてない車の場合は車外にカメラを固定するのが一番だと思います。ただ雨降ったら車外カメラに水滴ついて後ろ見えなくなると思いましたよね。これ簡単な解決策があって、ソフト99から出てるサイドミラーの撥水スプレーをレンズにシュッとすると水滴が一切つかなくなるので、雨でも全く問題なくなります。そも
もそもナンバーの上なんで雨がレンズに直接つくってのもないので、そんなに気にしなくていいです。外付けのため使っていくうちにレンズが汚れると思いますが、その場合はメガネ拭きとかで綺麗にしてあげてからまた撥水コーティングをしてあげれば完璧です。撮影した映像はモニターでそのまま確認ができるので、もし出先で当て逃げにあった時とかすぐにデータを確認することできますし、 SD カードを抜いてパソコンに入れてこういう風に再生も可能。ドラレコの証拠として大事な日付や時間、速度、位置情報まで全て映像上に書き込まれているので、これだけで完璧な証拠になります。またエンジンを切った後も車の周りを監視する駐車監視機能も標準で使えるようになっていて、衝撃を受けた時に録画を開始する通常の駐車監視やタイムラプスといってコマ送りの映像で録画することで電力と SD カードメモリの消費を抑えた撮影方法の2パターンが選べます。もちろん車側のバッテリーの容量が少なくなると自動的に電源がオフになるので、バッテリー上がりの心配もしなくて大丈夫です。もし走行中に故障して画面が消えたとしても、モニターの表面が鏡になっているので画面が消えたとしても問題なく運転することできるので安心してください。またこの下にあるボタンを押すことで鏡モードに切り替えることもできます。あとはリアの映像を5段階でズームしてこれまでの鏡の見え方に疑似的に近づけることもできるので、まだデジタルミラーに慣れてない人はこのズーム機能を使ってみてください。他には画面を2分割してフロントとリアの映像を同時表示もできるので、いろいろ自分に合った設定を探してもらえたらなと思います。今で取り付けてから1ヶ月ほどですが、昼も夜もめっちゃ見やすく、ドラレコの画質も 4K ではないですけど普通にナンバーも読めたので、これで十分かなと思います。ただしカメラに関しては車内貼り付けしてしまうと、86などのリアワイパーがついていない車だと雨の日や雪の日に後ろが見えなくなるので、車の外に取り付けることをお勧めします。そして気になるお値段ですが、実はこれ乗っている車種によって金額が細かく変わってきますが、この性能のミラー型ドラレコ本体が取り付け工賃や買った後のアフターサポートも全国にある店舗でしっかりやってくれることを考えると、量販店で本体だけ買ってわざわざ別の業者を探して高い工賃を払って持ち込み取り付けをするより、この本体と工賃込み込みの価格の方がトータルでのコスパは圧倒的に高いので、概要欄に詳細を確認できるページを貼っておきますので、そこから確認してみてください。それではまた次回の動画で最後までご視聴いただきありがとうございました。